風がどーっと吹く中、彼らは自ら進んで服を脱ぎ、顔にクリームを塗りたくりました。それは人間が食材へと変わるためのあまりに厳かで滑稽な儀式だったのです。国語対話始まります。起立、礼、着席なんてこと苦しいルールはこの教室にはありません。放課後の雑談ラジオ国語対話へようこそ。ナビゲーターの MC です。当店は注文の多い料理店ですので、どうかそこはご承知ください。これぞまさに究極のディスクレイマー。この一文に隠された悪魔的な契約の罠に気づくべきでしたね。うわー、冒頭から不穏な空気。でもこのフレーズすっごく有名ですよね。今回の教科書は宮沢賢治先生の不朽の名作、注文の多い料理店です。ごきげんよう、猫であります。大正13年、賢治が生前に唯一出版した童話集の表題作。牧歌的なタイトルに騙されてはいけません。これは日本文学史上最も洗練された田園ゴシックであり、一種の不条理演劇なのです。田園ゴシック？かっこいい響き。私も学校で読みましたけど、あの森の奥に洋館がいきなり現れる感じ、異世界転移っぽくてワクワクしたのを覚えてます。異世界転移とは鋭い。当時の庶民にとって西洋料理店とはまさに未知のハイカラダンジョンでしたからね。おや、MCC、その手にあるまがまがしいオーラを放つフリップは？よくぞ聞いてくれました。今回も書いてきましたよ。恒例の画伯の最高傑作。じゃーん、タイトルは輝ける扉の向こう側です。これは対象を幾何学的に分解し再構築するキュビスム的アプローチ。しかし紳士たちの瞳が四角く塗りつぶされているのは、自我を失った家畜のうつろさを表現しているのですか？違いますよ。これは期待に胸を膨らませて目がキラキラ輝いてるのを表現したんです。金文字の看板を見て純粋に感動してるピュアな姿なんですよ。この色彩理想郷っぽいでしょ？その純粋すぎる解釈がアール・ブリュットの狂気すら凌駕している。直視すると産地が削れそうだ。実に座れし、その無知ゆえの純粋さこそが本作における最大の恐怖装置ですからね。褒められちゃった。で、猫さん、さっき罠って言ってましたけど、これってそんなにヤバいお話でしたっけ？これは単なる童話ではありません。自分自身を支配者だと勘違いしている人間が、マナーや手順という名のアルゴリズムによって管理され、システム的に解体されていく、いわば資本主義の豚を調理するプロセス管理型ダンジョンの記録映像なのです。プロセス管理型ダンジョン？なんか急に SCP とかザ・バックルームズみたいな話になってきましたけど、普通に食事に来ただけなのにそんな解釈あります？その普通という思い込みこそが山猫犬への脆弱性となるのです。学術的にはそうですが、解釈違いかどうかは中に入ればわかりますよ。もう猫さんの超解釈聞いたら扉開けるのが怖くなってきました。でも勇気を出して進みましょう。まずは物語の入り口へご案内します。それでは物語の全貌を解き明かすあらすじのコーナーへ参りましょう。今回は教科書でもおなじみの名作ですが、改めて時系列順で事実を確認していきます。了解しました。感情を排し、ログを解析するように事実だけを抽出していきましょう。まず物語の冒頭、2人の若い紳士が鉄砲を担いで山奥で狩猟を楽しんでいました。ところが連れていた2匹の犬が突然泡を吹いて死んでしまうんです。でも2人は悲しむどころか、2400円の損害だなんてお金の計算をして悔しがるんですよ。初手から倫理観のエラー落ち。命を資産価値としてしか認識していない典型的な破滅するタイプのプレイヤームーブです。そんな2人が案内人とはぐれ、風と寒さに震えていると、山奥に似つかわしくない立派な洋館を発見します。玄関にはレストラン、西洋料理店、ワイルドキャットハウス、山猫源という看板が。
中3中に突如ポップアップする近代建築。どう見てもテクスチャのバグ、あるいは高難易度ダンジョンの入り口ですが、彼らの危機管理能力はオフラインのようですね。玄関には金文字でどなたもどうかお入りください。特に太ったお方や若いお方は大歓迎とあります。これを見た2人は、僕らが若くて立派だから歓迎されてるんだって大喜びしてどんどん進んでいっちゃうんです。凄まじいポジティブシンキング。いや、これは確証バイアスの極み。自分にとって都合の良い情報しか脳が処理できていません。中に入ると、髪を溶かして靴の泥を落とせという指示が、2人はここは礼儀作法に厳しい一流店に違いないと納得してブラシで髪を整えます。食品衛生管理のプロセスが始まりましたね。食材自らが下処理を行ってくれるとは、なんと効率的なシステム。ガス。次の扉では鉄砲と弾丸をここへ置いてくださいと書かれています。2人は食事の席に鉄砲はマナー違反だと言って唯一の武器を手放してしまいます。ここで武装解除。攻撃手段をロストしました。これで彼らはプレイヤーから無防備な NPC へとジョブチェンジです。さらに指示は続きます。髪、街灯、靴に続いてメガネ、財布、金属類も全部外せと。理由は料理に電気を使うから危ないって、そんなわけないじゃないですか。怪しい理屈ですが、彼らは信じてしまった。社会的地位の象徴を全て剥奪され、物理的にも丸裸の肉塊になりつつあります。そして極めつけの指示がこれです。壺の中のクリームを顔や手足にすっかり塗ってください。2人は寒さでお肌が荒れないための配慮だって解釈してお互いに塗り合うんですよ。出ました。セルフ味付けの儀式。客観的に見ればホラーですが、当人たちは高級エステ体験だと信じている。認識の齟齬が致命的です。仕上げに寒水を振りかけてと言われますが、それは酢のような匂いでした。ここでようやく2人は何かがおかしいと気づき始めて震え上がります。遅すぎます。すでに調理工程の 98% が完了しています。最後の扉には塩をたくさん揉み込んでくださいの文字。鍵穴を覗くと青い2つの目玉がこっちを見ていて、わざわざ塩を揉み込んでくるなんて愉快だって親分の声が聞こえるんです。プレゼンター表示完了。捕食者と被食者の立場が反転した瞬間です。恐怖のあまり2人の顔は紙くずのようにくしゃくしゃになります。食べられる寸前、死んだはずの犬たちが飛び込んできて山猫たちを撃退。2人はなんとか東京に逃げ帰るのですが、ギリギリで生存ルート分岐を回収しましたが、ハッピーエンドですよね。いえ、温かいお湯に入っても何を食べても恐怖でくしゃくしゃになった顔だけは二度と元には戻りませんでした。これでおしまいです。そう、なるほど。 HP は回復しても産地の喪失は永久的なデバフとして刻まれたと。見事な救いのない結末です。思い出しただけで鳥肌が。でも猫さん、このお話ただ怖いだけじゃない気がします。ここからはこの物語に隠された構造について深く掘り下げていきましょう。さて、ここからは冷徹に行きます。あらすじを聞いていてどうしても見過ごせない生活のバグがありました。ところで、私気になります？おや、何ですか？完璧に設計された捕食プロセスに何か不満でも？ちょっと待ちあんたら。犬が死んでんのに2800円の損って、あんたらの血は何色やねん。命やで。金で買えへんもん失うで平気な顔して、そんなん罰当たりに決まっとろ。MCC、急に大阪のおかんという名のリアリティショックを発生させないでください。これは当時の猟犬を固定資産として運用する資本主義的思考の。焦っとかあさっとか知らんけどな。家族同然の犬が泡吹いて倒れてんのに、そろばん弾いてる時点で人間として終わっとるわ。しかもその直後に、僕のは2400円だってマウント取り合って、どんだけ金に汚いね。倫理的な観点からの猛攻。確かに損害額でマウントを取り合うのは現代でいうところの不幸自慢に近い承認欲求のバグですが、それにその後のクリームもや、牛乳のクリームやろ。それ高いやつやんか。なんで顔に塗んねん。食べ物顔に塗ってお肌ツルツルとか言うてる場合か。
それは彼らなりのロジックがありまして、ほら、貴族階級特有のスキンケアというか、寒冷地における皮膚保護膜の形成プロセスとして、寝言は寝ていいなあれ。遭難してんねんで。腹減ってるんやろ。だったらそのクリーム舐めてカロリー摂取せんかい。生きるか死ぬかの瀬戸際に美容気にしてどうすんねん。優先順位バグり散らかしとるわ。へえ、遭難時は美容よりカロリー。グーの音も出ない正論です。生物学的な生存戦略として彼らの行動は完全にエラーでした。まだあるで。家帰って顔洗うときぬるぬるで大変やでほんまに。お母ちゃんが見てたら罰当たりもんが言うて畑に行ってるわ。食べ物を粗末にするやつは食べ物に復讐されるんや。まさにその通りになりましたね。彼らはクリームまみれになった結果、ヤマネコという捕食者にとって最高に美味しい状態に仕上がってしまったわけですから。せやろ。ほんで極めつけは看板に言われるがままに鉄砲も財布も置いてくとこや。ご承知ください言われてホイホイ従うて。あんたら危機管理能力どないなっとんねん。言いたいところをつく。あれは現代でいうところの利用規約を読まずに同意ボタンを押す心理、あるいは上白が詐欺サイトにかもられる構図そのものですな。そらそうよ。太った人歓迎って書かれてたら普通怪しいな思うやろ。それを俺らが立派やからやーってどんだけ自分に都合よく解釈してんねん。アホか。そのポジティブさもっと別のとこに使い。知らんけど。MC のリアリズム爆撃で私の HP がゼロになりそうです。しかしその生活視点からのツッコミこそがこの物語の滑稽さを浮き彫りにしましたね。あ、失礼しました。ついもったいない精神が暴走してお口が悪くなってしまいました。でも本当にツッコミどころ満載ですよね。全くです。MC 氏の言う通り、彼らの罪は傲慢さだけでなく思考停止にあったと言えるでしょう。さて、そんな彼らを生み出した作者について次はデータマイニングしていきましょうか。はい。というわけで続いてはこちらのコーナーです。さて、ここからは少し雰囲気を変えて、この物語がなぜ長年にわたって教科書に選ばれ続けているのか、その真の理由である裏行動を読み解きましょう。ついにその禁断の扉を開けますか。いいでしょう。これは単なる文学鑑賞ではありません。国家が10代の脳にインストールしようとしている隠されたカリキュラムの解析であります。カリキュラム？私も小学生の時に読みましたけど、普通に怖いお話だなぁとしか思いませんでしたよ。何か意図があるんですか？それこそが罠なのです。発達心理学的に見てなぜこの時期に読ませるのか。それは自我が肥大化した思春期の子供たちにお前は世界の中心ではないという冷酷な事実を突きつけるショック療法が必要だからです。うわぁ、言われてみればあの紳士たちって自分はお客様だって思い込んでてすごく偉そうでしたもんね。あれは私たちの姿ってことですか？その通り。ピアジェの思考段階で言えば脱中心化の訓練です。自分たちが食べる側だと思っていたらいつの間にか食べられる側に転落している。この構造的敗北を脳に刻み込むことで万能感をへし折るのです。ひどい。でも確かに自分は特別じゃないんだって気づくのって大人になるための通過儀礼みたいなものかも。先生、厳しすぎません？甘すぎます。教育とは時に残酷なものです。さらに言語学的な観点から言えばこれは高度なリテラシー教育でもあります。 MCC、 タイトルの注文という言葉どういう意味ですか？それは普通にレストランでハンバーグくださいって頼むこと、オーダーのことですよね。ブー、それが搾取される側の思考です。ここでの注文はオーダーではなくコマンドだったのです。文脈を読めない者は言葉の定義をすり替えられて殺される。現代社会の契約書と同じですよ。怖言葉の意味を取り違えただけで命取りになるなんて。国語の授業って実は生き残るための訓練だったんですね。まさにサバイバル。しかもこの料理店、手順が極めて官僚的でしょ。紙を溶かせ、泥を落とせ。これ、学校の校則や役所の手続きと同じなんです。ルールを守るいい子ほどベルトコンベヤー式に屠殺場へ送られるという皮肉。ひどい。でも確かに自分は特別じゃないんだって気づくのって
大人になるための通過儀礼みたいなものかも。先生、厳しすぎません？そこが最大の教育的絶望なのです。MCC、思い出してください。東京に帰った2人の顔はどうなりましたか？ディズニー映画なら魔法が解けて元通りですが。あ、紙くずのようにくしゃくしゃになった顔は二度と元に戻りませんでした。お湯に入っても何しても。そう、不可逆性の教育です。一度犯した過ちや受けた心の傷は完全には修復されない。この消えない傷をラストに残すことで、文部科学省は子どもたちに世界はリセットできないと教えているのです。深すぎます。ただの童話だと思ってたのに、一生消えない呪いみたいな教訓が込められてたんですね。大人になってから読むと全然違って見えます。ええ、これこそが名作の条件。読む年齢によってホラーにもなり、コメディにもなり、そして人生の哲学書にもなる。宮沢賢治という OS はあまりにもオーバーツすぎますよ。本当に学校の先生、もっとこういう風に教えてくれたらよかったのに。さあ、教科書の裏側まで覗いたところで、次はいよいよ現代の視点に戻りましょう。続いてのコーナーは、キーンコンカンコン。皆さん、そろそろ放課後のチャイムが鳴っちゃいましたよ。時間とは残酷な不可逆プロセスですね。我々が山猫源という名のダンジョンに潜ってからあっという間の45分でした。本当ですね。でも教科書のイメージがガラッと変わりました。今見ると無限に続く扉とか、最近ネットで流行ってるザ・バックルームスみたいでゾクゾクしません？おや、鋭い。確かに異界のリミナルスペース感は現代のインターネットミームと親和性が高い。 SNS ならハッシュタグツンダ、ハッシュタグ猫ミームのタグ付きでバズり確定です。紳士たちがクリーム塗ってる動画に合わせて猫が踊ってそうですもんね。チピチピチャパチャパーって。ドゥフフ。現代語訳するなら紳士たちは典型的な意識高い系の情弱ですからね。形から入って中身がなく、利用規約を読まずに同意ボタンを連打して爆死するタイプです。うわー、辛辣。でもそんなちょっと痛い人たちを描いた宮沢賢治先生ご本人はどんな方だったんですか？彼もまた愛すべきこじらせオタクでしたよ。近所迷惑もからいたずに夜中に窓全開でチェロをギーギー弾き鳴らしていたそうですから。ご近所トラブル案件じゃないですか。雨にも負けずのイメージと全然違います。さらに言うと、彼は農民に質素倹約を解きながら、自分は銀座で天ぷらそばと三ツ矢サイダーを決めるのが楽しみだったとか。当時のサイダーは超高級品ですよ。ちょっと待ちやケンジ。あんた人には玄米食え言うといて、自分はシュワシュワした高い水飲んどるんた。天ぷらそばって油もんやないか。MCC、 急に大阪のオカンモードが起動しましたぞ。目が座っています。当たり前や。サイダーなんか砂糖の塊やで。そんな無駄遣いする金あったら、売れ残った自分の本の在庫管理に回しなはれ。ほんま、私が帳簿つけたろか知らんけど。お手柔らかに。天才とは得てして矛盾を抱えた生き物なのです。合理的には説明がつかないエラーなのです。いけない。ついもったいない精神が暴走してしまいました。ふふ、失礼しました。さて、気を取り直して。実はこの作品、一部の界隈では全く別の評価を受けているのをご存知ですか？別の評価？ホラーじゃなくてですか？はい。ここだけの話、サウナ愛好家、いわゆるサウナーの視点から見ると、これは間違ったサウナの入り方に対する警告書なのです。はい。サウナ？何言ってるんですか、猫さん。熱でもあります？いいえ、私は至って正気です。まず彼らはミガノ釣りを外しましたね。これはサウナ室でのやけど防止マナーです。そしてクリームと塩。これは発汗を促す塩サウナのメタファーに他なりません。まあ、言われてみれば汗だくになる話ですけど。しかし、彼らの最大の敗因は水風呂がなかったことです。極限まで交感神経が高ぶったのに、クールダウンの副交感神経スイッチが入らなかった。だから整うどころか顔がくしゃくしゃになるバッドトリップを起こしたのです。なるほど。実は私、週3でスーパー銭湯に通うガチのサウナーで、会員ランクもゴールドなんですけど、その理屈はめっちゃわかります。水風呂がないサウナなんて地獄ですよ。
MCC まさかのガチ勢でしたか。アイドルの皮をかぶったおじさん疑惑が深まりましたね。もうおじさんじゃないですよ。整いを求めてるだけです。というわけで、この物語はサウナに行くときに水風呂の有無を確認しろという教訓でした。学術的には議論の余地がありますが、まあ現代的な生存戦略としては正解でしょう。今日もたくさんお話ししましたね。それではまた次の放課後にお会いしましょう。お相手は MC と猫でお送りしました。にゃん。